こんにちは、あやはれです。5年間10キロ減量した体をキープしてきましたが、30代後半になり体重が以前のように落ちなくなったり、同じ体重でも見た目に違和感を感じるようになりました。そこで今の年齢に合ったダイエットの仕組みを最新の研究や本を読んで再構築しました。大きなポイントは2つ。代謝効率を最大化するためにいつ何をどのぐらい食べるかを決めること、脂肪の蓄積を防ぐために血糖値をコントロールすること。この2つを私が具体的にどのように実践しているか、1日のルーティンに沿って紹介します。水拭きしながら吸引を開始します。起きたらまずは太陽の光を浴びる。目から入った光の信号は脳に届くと睡眠ホルモンが止まって活動ホルモンが一気に分泌され、エネルギーを使うモードに切り替わります。そのために必要な時間は快晴の日で5分から10分。直接外に出て日差しを浴びるのが最も効果的だけど、ベランダで10分過ごすのは辛いので、日差しが強く入っている場所を通りながら掃除するのが私のルーティンです。まだ日が上がってない早朝や曇りの日は部屋を明るくして人工の光で脳を騙すのも一つの手。5年間48キロから9キロぐらいをキープしていましたが、ふと鏡に映った自分を見た時に首や胸元の骨が浮き出て見えて、同じ体重でも年齢によって見え方がここまで変わるのかと驚きました。運動嫌いな私ですが、実は10月から週2回ジムに通い始めて、体重は2キロ増加。運動を始めると食欲が増すので、また食べ過ぎてるなと反省していたのですが、筋肉量をチェックしてみたら、なんと筋肉量が 2.2 キロ増えていました。筋トレの成果による体重の増加だと分かって、体重が増えて嬉しいと感じるのは、私にとってダイエットの常識が変わった瞬間でした。プロテインを飲みます。私たちは寝ている間も体のエネルギーを使っています。脂肪だけ使ってくれたらありがたいけど、筋肉が使われることもあります。だから朝はまずプロテインでタンパク質を補給。この習慣は朝にやるということが大事。2021年の早稲田大学の研究で、高齢女性を対象に朝 20g 以上のタンパク質を摂る人と昼や夜で同じ量を摂る人の筋肉量を調べてみたら、朝摂った人の方が筋肉量が多いという結果が出ました。トレーニングの有無に関係なく、取るタイミングだけで差が出たため、今ある筋肉を維持して代謝を保つには朝のタンパク質摂取が重要と考えています。大事なのはタンパク質を摂ることなので、例えば鮭1切れと卵で 24g 摂るっていうのでも OK。 私は家事をしながら手軽に摂りたいのでプロテインで補っています。
ここ 2,3 年はプロテインを飲んだら朝散歩に行くのが日課でしたが、それをやめて週2回ジムに通い始めました。一番の理由は運動習慣の効率化。朝散歩は頭の整理をしながら運動不足を解消できる大好きな習慣だったけど、消費カロリーと筋力維持という点では少し効率が悪いかなと感じ始めました。週2回ジムで1時間トレーニングすることで筋力増強、基礎代謝をアップして効率よくカロリー消費できる体にしたいと思っています。じゃあ朝ごはんを作ります。冬の朝ごはんは絶対に温かいものを食べたい派で、極力コンロも使いたくないので、お餅の入った白だしの雑炊にこの自家製の鮭フレークを入れようかなと思います。これをトースターで焼きます。耐熱容器に水を 200ml、 鶏ガラスープの素を小さじ1/2ぐらい、塩だしを大さじ1、もう家にある好きな野菜、おすすめはやっぱり栄養豊富で低カロリーなしいたけ、これ最近常備してる人参と大根を塩もみして絞ったもの入れて、10g ぐらいかな。日にちが経っちゃって今日中に食べないのかな。いっぱい噛めるようにこんな感じで結構冷蔵庫にあるもの何でも入れて具だくさんにします。600ワットで 2,3 分ぐらいかな。焼いたお餅を入れたら、これで白だし雑炊の完成。もともと早食いで大食いだった私が食事量を減らすために最初にやった取り組みが白米をやめて腹持ちのいい玄米を主食にすること。おかげで減量もスムーズに進んで、しっかり噛んで食べる習慣もできたので、やってよかったダイエット方法の一つです。ただ玄米は腹持ちがいい分消化に時間がかかるため、食べた後に少し体が重く感じることもありました。ダイエットを始めて5年経ち、今は食事量のコントロールができるので、餅や白米も朝食の選択肢に入れています。ただ消化のいい炭水化物は血糖値を急上昇させ、数時間後には急降下、下がった時に強い眠気やだるさを感じるので、また元気を出すために糖質が欲しくなる。その悪循環を防ぐために食べる順番に気をつけていて、炭水化物は最後に食べるようにしています。2015年の研究で、野菜やタンパク質の後最後に炭水化物を食べるだけで食後の血糖値のピークが約 37% 低下したというデータがあります。この研究は2型糖尿病患者が対象の研究なので、健康の人はここまで差が出ないかもしれませんが、消化を遅らせる仕組みは同じなので効果は期待できると考えています。さらに野菜を最初に食べると食物繊維の効果で糖の吸収を緩やかにしてくれると言われています。野菜、
肉や魚、お米の順に食べるように意識しています。今日のお昼はだし巻き卵、豚汁の具と顆粒和風だしで炒めたものを冷凍しているのがあるので、豚汁とあとはおにぎりを、白米で2個と玄米で2つ。おにぎり用のご飯をとおにぎりの具は手作りの鮭フレークと、最近すごく便利でハマってるのが藤子の使い切りのきんぴらごぼう。なんか今日崩れちゃったな。で、よいしょ。ダメだ。よいしょ。食事と一緒に酢を取ると血糖値を抑えてくれる働きがあるので、これを酢漬けに。私が PFC の中で一番重要視しているのがタンパク質の量。筋肉をはじめ血管や内臓、皮膚や髪など体の大部分がタンパク質でできているので、枯渇しないように1日3食の中でしっかり摂るようにしています。特別な運動をしていない人は体重 ×0.9g、 トレーニングをしている人は体重 ×1.6g ぐらい必要と言われていて、私は1日 80g と設定して1食あたり 27g 以上摂るように心がけています。ただ注意しなければいけないのが、タンパク質をしっかり摂ろうとして脂質を摂りすぎてしまうこと。肉、魚、卵などの高タンパクな食材は脂質とセットになっていることが多いです。高タンパク低脂質な鶏胸肉、良質な脂質を含む魚、これらを使ったレシピを飽きないように増やしていくのが一つダイエットの成功の鍵かなと思っています。ダイエット中一番難しいのが間食の選択で、完全に我慢するか、間食するなら何を食べるべきか。今の私の結論は、夕食を2回に分けて、間食で炭水化物を、夕食でおかずを食べる、これがベストかなと考えています。2015年の研究で朝食と夕食に
全く同じ食事をして血糖値を比較したら、夕食の方が糖を処理する能力が 17% 低かったというデータがあります。夕方から夜にかけて体は活動モードから休息モードになり、糖の処理能力が落ちてしまうため、処理しきれない糖は脂肪になりやすいと言われています。この時間も夕方ではあるのですが、夕食の8時に炭水化物を含めた全てのカロリーが入ってくるよりも、間食で炭水化物を取って食欲を満たして8時におかずを家族と一緒に楽しむのが私の生活リズム的にもベスト。この夕食2回ルールだと、間食イコール罪悪感のあるものではなく、1日の食事の中の一つという位置づけなので、すごく気が楽になりました。またこんな感じでレンチで落としちゃう。ちょっと熱いから。私がいつも手作りばっか作って丁寧に暮らしているように感じるかもしれないけど、そんなことなくて、この間もお土産でトリュフチョコみたいなものもらったんですけど、私家にあるとやっぱり我慢できなくって間食で食べちゃったんですけど、でもそういう時ももうこの置き換えルールにのっとろうと思って、脂質もやっぱりちょっと取りすぎちゃってる時は晩ご飯も極力脂質を抑えた食事にする。自分の中で上手に足し算引き算をするっていうのが心にも体にもいいかなと思います。今日の夕食はおでん。簡単で美味しいので週に1回は必ず食べてます。まずは出汁を取ります。顆粒和風だしでもいいけど、自分で出汁を取ると美味しさ2倍になる気がします。水 600ml、 昆布2枚、鰹節 15g、 しっかり水に浸したらレンジ 600W で3分加熱。加熱したらそのまま置いてゆっくり出汁を引きます。たっぷりの水をケトルで沸かす。こんにゃくは隠し包丁を入れて適当な大きさにカット。大根は短時間で味が染みるように 2.5 センチ幅を半分にカット。沸騰したお湯を鍋に入れてこんにゃくを2分茹でる。大根を10分下茹でします。鶏胸肉1枚、ミンチにしてはんぺんを1/2枚、卵を1個、長芋 100g、
片栗粉大さじ1、酒大さじ1、醤油大さじ1/2、甜菜糖小さじ1、塩小さじ1/2。しっかり混ぜ合わせたら、フライパンで形を整えながら焼いていきます。両面焼き色がついたらつくねの完成。鍋にかつおと昆布のだし、醤油大さじ1.5、みりん大さじ1.5、甜菜糖小さじ1、塩小さじ1/2。おでんの具を全部入れたら中火にかけて沸騰させます。夕食で気をつけているポイントは、できるだけ消化にいいものを食べること。脂質が最も消化に時間がかかるので、脂質控えめの食事が理想的です。さらに欲を言えば、睡眠の3時間前までに食事を終える。寝る前には胃を空っぽにして、睡眠中は体の回復に全てのエネルギーを使うことで、成長ホルモンの働きで脂肪燃焼を促すことができると言われています。よくカロリーや PFC は計算していますかと聞かれるのですが、記録はしてないけど無意識に計算する癖がついているので、毎日なんとなく頭に入っています。私はダイエット開始から5年経っているので、食材の栄養素がある程度頭に入っていますが、これからダイエットを始める人は食事を写真で撮ってカロリー計算してくれるアプリなどを使って、最初は感覚をつかんでいくのがおすすめです。ダイエットをする上で大切なのは、目標設定でも強い意志でもなく、毎日継続できる習慣を一つずつ増やしていくこと。これできそうと思ったことをまず明日1回やってみる。最初から全部の数値を管理しようとせずに、食べる順番を変えてみるとか、自分にとってハードルが低いと感じるものから始めてみてほしいです。あと、これは私自身にも常に言い聞かせていることなのですが、最初から張り切りすぎないこと。
張り切りすぎて目標を高く設定した結果、継続できずに挫折するのが精神的にも応えるので、基本は3ヶ月サイクルで少しずつ負荷を増やしていくように心がけています。睡眠時間が7時間を切ると肥満率が急激に上昇するというデータがあって、理想は7時間以上寝ること。睡眠時間がなかなか確保できない人は、今すぐ夜の自分の行動を紙に書き出して、省けるものはないか、翌日に回せるものはないか洗い出してみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。